マイクラ統合版理論上最強効率の天空トラップタワー7層の作り方を完全解説。どうせ作るなら最強効率を目指したいあなたへ永久保存版です。今回は最強効率ということで完全放置ができるトライデントキラー型でご紹介。放置しているだけで経験値と資材が無限にたまります。初心者さんにもチャレンジしていただきたいので丁寧に解説するのはもちろんのこと、動画の説明欄には作る前の注意点、必要素材、そして作った後動かないというトラブルシューティングまで全て記載していますし、それでもわからないことや動かないなどの点がありましたら配信仕様をお調べして全てを返事してます。理論上最強トラップタワー、いつ飲み返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まずは作る場所を選ぶんですが、今回は海の真上にドカンと作りたいなと思います。海で作る方はこのように水面までブロック積んで、平原でやられる方は、平地をスタートにしてください。ここを0マス目として上に100マス積んでいきます。そして大注意点、この塔上にドカーンと100マス伸ばすんですが、この塔を起点に半径30マス以内には川がないようにしてください。川はゾンビやスケルトン、クリーパー湧かない仕様になってますんで、そこだけまず大注意点。ドカーンと100マス縦積みしました。ここまでできたら横6マス縦8マスの長方形を作ります。ちなみに塔の向きはどちらでも OK です。この今立てた塔の側面にお水を1個流しちゃってください。こうすることによってね、資材がなくなったりしたら下にいつでも行くことできますし、上がってくることもできます。そしてこのタイミングで必ず湧き潰ししておきましょう。ここで処理するイメージですね。ここまでできたら奥から4マス目にチェストを置いてラージにします。反対側に行ってしゃがみながらチェストに向かってホッパーを4つつけます。側面から見てホッパーが L 字になっていることをご確認ください。こちら側もしっかり L 字になってますね。一度この今作った機構をぐるっと石で囲んでいってこんな感じ。そしたら泥をホッパーの上に置いていきます。泥は土に対して水入り瓶を使うと泥になります。結構簡単ですね。最大効率7層ということで今回トライデントキラー作るんですが、チェストの上はガラスを設置。ここまでできたらガラスの段はまた石で敷き詰めてあげて、この段にトライデントキラーを作成します。これを機にトライデントキラー挑戦してみたいという方もいらっしゃると思いますんで、ゆっくりやっていきましょう。まずはこの位置にピストンを設置します。上から見るとこんな感じ。このピストンを風車状に置いていくんですね。このようにして置いていく。上から見るとこんな感じ。必ずピストンの木材面が泥の方向を向いていて、なおかつ置く位置もこの通りにしてください。次にトーチを持ちまして、まず正面側のこのピストンの横にトーチを設置します。そして奥のピストンのここの横、これ位置重要なんで必ず動画と同じ通りにしてください。上から見るとこの位置関係でございます。そしたらオブザーバーを持ちまして、ちょっとねこうピストンの上立ちましてね、トーチの側面です。側面につけます。そうするとこのオブザーバーの三角の矢印みたいなものがピストンに向いていることをご確認ください。ではあと3台置いていきます。ピストンの上に立ちましてトーチの側面につける。これまたね矢印がピストン向いてくれました。失敗例としてはこの側面に置いてしまうと赤ポッチが上向いちゃったりしたりするんで、必ずトーチの側面につけると三角がピストンを向いてくれます。これを4つの方向全部やっていく。矢印の向き確認してください。その上でトーチに置いていく。上から見るとこんな感じ。必ずこの向きこの位置にしてください。そうしたら手前のピストンのこの側面にレバーを配置。レバーをオンするとガチャガチャっと一瞬作動しまして、ピストンが伸びた状態になります。一応動作確認としてレバーを戻してあげるとガチャ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 エンドレスで動き続けてることをご確認ください。でもう一度下げると止まりますんで、この段階では止めておきましょう。ここまでできたら手前のピストンとオブザーバーにはガラス上設置しまして、それ以外の今置いたピストンやらオブザーバーやらトーチやら、その上はこのように石でぐるっとします。ガラスを含めてね、このようなリングができた状態です。なぜガラスにするかというと、経験値もね吸えるようにするためなんですね。完全放置を想定してます。こっから超重要。この状態から追加で18マス上に伸ばしていきます。なんで123という数え方。おすすめな方法はね、なんか3マスずつぐらいこう置いていって、リングをねこのように置いていきます。はい、今3段のリングを追加しました。先ほどの立ち位置から18段伸ばしていきます。ドカーンと伸ばしました。ここまでできたら一辺に立ちまして、この間の2つ1列伸ばして2列伸ばして、
これを合計7列伸ばしていきます。こんな感じになりました。追加で合計7マス伸ばしました。これを4つの向き全部やっていく。このように扇風機のね、羽みたいになったら、この4つ角に2マス縦積みしてあげてください。よいしょよいしょ。この状態で、今伸ばしてある扇風機の羽、これを囲むような形で、2マスの壁を増設していきます。具体的には囲むような形なので、必ずここ浮かせて2マスの壁を作ってください。必ず浮かせてます。そして4つ角埋めてあげてズバーンと伸ばす。ここで最初に立てた2マスと繋がるんですが、真ん中非常に危険なので、仮ブロックなどで埋めてあげてください。急遽チャンネルで後で壊すブロック、ダイヤブロックにしてます。念のためもう一度やりましょう。このように必ず浮かせる形で囲っていく。はい、こちら絶対にここには置かないでくださいね。必ず浮かせてあげる。そして連結させてあげましょう。今こんな感じ。これあと2つやります。上から見るとこんな感じ。この状態から仮ブロックなどで一度上上がっていただいて、空中どこでもいいので仮ブロック、まず 4×4 のね、ちょっと土台作ってあげてください。土とかね、余ってる石とかで OK。ドーナツ状にまた筒作っていただいて、2×2 のマスができました。ここにね、左上にお水を1個置いて、はい、流れます。流れ着いた先の対角線にもう1個お水を置いてください。そうすると、無限水源ができます。ここ、海と一緒です。試しに私もサバイバルで、空バケツですくってみると、はい。すくってもすくっても水が戻ってくれます。天空にもかかわらず水が無限になりました。この無限になった水を使って、筒の先っぽの方から水を1個、そしてもう1個置いていきます。2マス置いていく。そうすると水流が流れてね、この仮ブロックのギリギリでビタッと止まってくれてます。これが正常です。もし溢れ出ちゃってる方はこのマス数が違いますんで、もう一度数えながらやってみてください。では、全方向から置いていきます。皆さんはね、ここで水バシャバシャ取って置いてはすくってをね繰り返してみてください。ドカーンと流し終えるとこのように真ん中の仮ブロックギリギリで止まってくれてます。ここまでできたら今空バケツをお持ちだと思いますんで、水を必ずすくって水を持った状態で今度はね無限水源ブロック置いちゃってください。そうするとあら不思議無限水源消えますので、この仮ブロック全て破壊しちゃって OK です。この状態になったら十字キーの端と端を一度繋いでしまいます。クリアでね飛んじゃってますけれども、最終イメージとしてはこのように扇風機の羽の先っぽをドーンと結んでいくようなイメージなんで、皆さんはこの先立ちましてこのようにしゃがみながらブロック設置して、連結できるなという見た目になったらこのように繋いであげてください。そうするとよいしょ、このようにね四角が繋がります。これを4つ角実施してください。ここまでできたらもうあとはね簡単です。この真ん中この四角の空間あるでしょ、これを全部フルブロックで埋めていきます。オラ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 っつって適当にドカーンと敷き詰めていく。一つの島埋めました。この水路はね必ず塞がないようにしてください。その上でもうあとは埋めていくだけ。今2つの面が埋まりました。あと残り2つやってしまいましょう。ドカーンと敷き詰め終わりました。ここまでできたら角に立ちまして3マス縦積みしてください。よいしょ、3マス立てたらこれをこの四角にドカーンとね3マスの壁が立つように囲っていきます。置き方としてはねこのようにしゃがみながら目の前に3マス縦積みしていく形でもいいですし、この地面に降り立ちながらやるのもおすすめです。ぐるりと一周しちゃいましょう。ドカーンと囲みました。そしたら一度土台に降りていただいて、この仮ブロック一度も破壊してしまいましょう。よいしょよいしょ。落ちると穴の中入っちゃうんで、これ落ちないように絶対注意してください。ここからです。皆さんトラップドアを持ちまして、木であれば何でも OK です。この通路の側面にドカンと貼っていきます。そして閉じてビタッとね壁に貼り付ける。この水路の上にはドカーンと敷き詰めまして、1本の水路両端にトラップドアつきました。これを全部やっていきます。これなぜやってるんですかと、めんどくさそうなんですけどって方、モブはトラップドアが開いてるか閉まってるか判別できないんですね。プレイヤーはこれ上になってたらこれ歩けるなって見れますけども、モブこうビタってなってたら検知できないんで、歩こうとしたら水流に流れちゃって、これ皆さんやらないでくださいね。そして、処理層にこのように落ちるということでございます。これを全部の列やっていく。水路の側面に全部トラップドアを貼ることができました。ここまでできたらハーフブロックを持ちまして、この角に1個下付けで置きます。この位置ですね。ここを起点に2マス開けて置く、2マス開けて置く、そして
手前側にも2マス開けておく。手前側にも2マス開けておいて、もう一度起点、もう一度角に戻りまして、下に2マス開けておく。下に2マス開けておく。そして右にも2マス開けておく。縦にも2マス開けておくと、わかりますかね？このように角に1個置いてから2マス開けておくを繰り返して合計9マスのハーフブロックが置かれました。これを4つの島全てやっていきます。これ何ですか？また教えてください、理由を。そう思った方多いと思います。これはね、雲対策をしてるんですね。統合版の雲は 3×3 のマスがあると雲が湧くようになってます。それをハーフブロック置くことで邪魔してあげてるんですね。ちょっと私糸とか雲の目欲しいんだけどって思った方、雲は壁に張り付いちゃうことができるんですよ。その状態だと統合版にはモブの脇上限っていう難しい仕様ありまして、で雲が張り付いちゃってるせいで湧けないっていう現象が起きちゃうんですね。なので雲は湧かないように対策します。ここまでできたらこの位置、私クリエでビューッとね置いちゃいますが、ちょっと一回置いちゃいます。まず最初に作ったこの土台の123マス目の高さに全く同じ大きさの四角を作りたいんですね。そして中はもちろん全部埋めます。フルブロックを必ず使用してください。1個の完成形がこちらです。1層目のこの土台ありますね。その123段目の高さにもう1個四角ができるというイメージ。水流には被ってません。では次に水流には被らせないようにこのように島の上に島を作っていって繋いでいきます。このような形になりました。そしたら中埋めてあげます。これが2層目の土台になります。ドカーンと埋めていく。こうするとこのように皆さん今作っていただいた土台の真上にもう1個土台ができました。これが2層目の地面になります。では今2層目作ってますんで、4つの島の上に3段目に島を作る。これを全部やります。ドカーンと埋めました。皆さん確認ポイントとしては、この水路の上にはブロック置かれていないことを確認してください。2マスの幅になってます。そしてこの真ん中のね筒の穴にもブロックが覆いかぶさってないようにしてください。ここまでできたらまた角に行きまして3マス縦積みします。123でこの四角をぐるっと囲っていきます。あれ、これさっきやりましたよね。おめでとうございます。ここまでできたら新技出てきません。あとは根気強く7層までブロックをひたすら置いていくという形になります。そして皆さんの心の声が今聞こえてきました。頼むから7層までスキップしないでくれ、じゅんぐりじゅんぐりゆっくりやってくれと思われた方いらっしゃると思いますんで、順序しっかり順序ね、ゆっくり一緒に追っていきましょう。まずはぐるっと囲む。高さ3マスの壁が立ちました。そしたらトラップドア、はい、何でも OK ですね。これを側面につけていきます。あ、これやりましたね、さっきね。いや、これね、キヨキヨチャンネルの視聴者さんもうね、分かってきちゃって、ここ10秒スキップしてんじゃないですか？ただね、初心者さんも今回天空トラップタワー7層チャレンジしてみたいって方いらっしゃると思いますんでね、このようにゆっくりやっていきましょう。ドカーンと張っていく。ドカーンとトラップドア敷き詰め完了しました。次にもうこれ多分覚えてんじゃないですか。角に下付けハーフブロック置きます。これを2マス開けてちょん、2マス開けてちょん、下にも2マス開けてちょんで、左に2マス開けてちょん、2マス開けてちょん、はい、2マス開けてちょん、そして2マス開けてちょん。そうすると9個置かれてるよって話。ありがとうございます。これを4つの島やっていく。皆さんもぜひ動画止めながらやっていきましょう。ドカーンとハーフブロック置かれました。ここで注意点なのが、これね、慣れてきた時一番危ないんですよ。これ間違えてこういうところに置かれちゃってたらここに雲湧いちゃうんで、せっかく7層作っても効率が出ません。なのでミスのないようにしてください。水路の上は開けた上で島の上に島を作っていきます。このようにおすすめなのはね、枠組み最初に作っちゃって中ドカーンとね埋めてあげるのがいいかなと思います。1個島がまたできました。これを4面やっていきます。このように3段目で島の上に島を作る。中はしっかり埋めてあげます。ドカーンと四角の上に四角ができました。今1層目、2層目、3層目でございます。ここまでできたらもう一緒です。本当に3マス縦積みして壁を作る。ドカーンと壁が立て終えました。これほんと繰り返しになります。これほんと繰り返しになります。トラップドアつけて、はい、全部閉める。全てビターっとつけることができたらハーフブロック置くんでしたね。これもずっと一緒。2マス開けてチョンをやって合計9つ置いていく。ちょっとキヨキヨチャンネルの視聴者さん、天空トラップタワーのもうプロになってきちゃってんじゃない？危ないね。これ置きミス注意してくださいね。ドカーンと設置完了。現在1層、2層、
3層です。そしたらこのように島の上は島で繋いでいく。これを4つやっていく。チョキーンと埋めました。これが4層目の土台ですね。ではまたしても3マス縦積みしてぐるっと囲っていきます。囲み終えました。トラップドアを置いては貼り付けます。これを4つの水路全部やっていく。ドカーンと貼りました次にハーフブロックを置いて2マス開けてチョンを繰り返していきます。合計9つ。なんかもうみんな見てないんじゃないかなと思って寂しくなってきたわ。置き終えました。現在1層2層3層4層です。5層目の床を張っていきます。4つの島が完成しました。はい、では3マス縦積みして壁を作っていく。根気強くやっていきましょう。休憩しながらやってくださいね皆さん。ジャキーン立て終えました。これものすごくない？うわ、これは最後マジでワクワクすんな。トラップドアを水路の上に貼っていく。もう水路関係ないよね、もはやもう見えないもんね。はい、全部ねビタッと貼っていきます。貼り終えました。その次にはハーフブロックを角に置いて2マス開けてチョンをやっていきます。全部の4つの島にやっていく。私も AI になってしまったかもしれません。ドカーンとハーフブロック敷き詰め。現状これがご褒美だよね。1層目2層目3層目4層目5層目では6層目の床張っていく。ドカーンと置きました。次にここまでできましたら3マス縦積みして壁を作っていきます。私クリエで置いてるだけなのに結構指痛いっす。クリエなのに疲れてくるから本当に皆さんお疲れ様です。壁立て OK。 そうしたらトラップドア貼っていく。もうすぐだ皆さん、もうすぐです。ここまでできたらもう一息頑張っていきましょう。ピターンと貼りました。そうしたら角に置いて2マス開けてチョン。ハーフブロックパートでございます。ドカーンと置きました。さあ大詰めですよ。いきます。1層目2層目3層目4層目5層目6層目7層目の土台をついに着工いたします。あともう一息頑張っていこう。4つの面敷き詰め完了。これが7層目の土台になりますんでラストです。これラストですね。123段の壁を立てていくわけなんですが、これがラスト。嬉しいわ。これ7層目のトラップドアを貼っていきます。トラップドア完了。ではラストのハーフブロックを2マス開けてチョン。合計9マスやっていきます。ジャギーン。7層目の床完成です。数えてみましょう。1層目2層目3層目4層目5層目6層目7層目でございます。ここまでできたらお疲れ様でした。本当にお疲れ様です。10秒スキップで久々に会ったっていう方もいらっしゃるかなと思いますけれども、7層目まで来たら3段目ですね。3段目をこれ必ずフルブロックで埋めてください。ハーフブロックですと太陽の光が漏れてしまって装置が稼働しなくなります。この3段目にブロックをドカーン敷き詰めまして、その上ではい、お察しの通り残り全て埋めていきます。もう気合で埋めていく感じだね。こんな風にしても置いてければ OK です。さあついにこの時が来ました。お疲れ様です。ただマジでこっから注意点のオンパレード続きます。心配はご無用です。ここからマジで重要な注意点本当に続きます。まずはね、この天井に必ず松明を置いてください。このような物理的なところから、あとは設定に入り込んで装置が動くための設定もございますんで、絶対に最後までご覧ください。松明もういいよ、もうオッケー、たくさん置いちゃってもいいですよ全然。こんな置く必要ないんですけど、ここにゾンビやスケルトン、クリーパーが湧いてしまうと中で湧かなくなってしまいます。で海で作った方も平地の上に作った方も、最初に無限水源作った時にね、バケツすくっといてくださいと私はお伝えしました。そのバケツをですね、この側面にたらーりと垂らしちゃってあげてください。そうするとね、このように下に行けるわけなんですが、皆さん空バケツ持ってると思いますんで、ある程度下にねたらーりと垂れたら水すくっちゃって、すくいながら一緒にね、地上に降りちゃってください。海の上に作った方はもうジャンプしてね、水面に降りちゃってもいいんですけども、平地に作った方はこうして安全に降りることができます。そして水もねしっかりきれいに消えながら下に行ってくれます。ちょっと時間はねかかりますね。で今回私海なんでドボーンと下行っちゃって、最初にこの立てた塔の真横にねお水流していただいたと思いますんで、このまま上行っていただいてシャキンと戻るわけですが、もうこの時点で、ね、敵湧いちゃってますね。うわやばいやばいマジか、やばいね今。でこっからトライデントキラー作動させていきます。まず
やばい、もうギッチギチだ。このチェストの手前、1、2マス目縦積みしまして、合計7マス縦積みしちゃってください。そして、7マス縦積みした1個の上、ここ破壊して、このように4つ破壊しちゃってください。で、破壊したら、この上のブロックを仮ブロックで一度蓋してあげて、で、クリーパー爆発しちゃうかもしれないんで、中は覗かないでください。この状態から、このね、右下の角にもうマグマ1個置いてあげてください。そうすると、順序は下行きまして、はい。何が起きているかというと、ピストンとか燃えないで安心してください。このようにね、中の敵が、もうマグマで焼かれました。なんで右下に置いたかっていうと、ピストン今、1個出っ張ってるでしょ？これ出っ張ってるところからさらに段差になってね、全焼させることができます。で、そしたらね、救っちゃって、今、この仮ブロックの上には敵がたんまり溜まっちゃってるんで注意してください。でもね、簡単ですよ。いきます。まず、マグマが消えたらトライデントをピストンの側面にぶっ刺してください。そして、ここまでできたらもう大詰めで、まず下の段、このように封鎖してあげて、いきます。この仮ブロック、奥から壊していく。よいしょよいしょ。うわー、すごい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 。で、戻してあげてください。そしてね、このように仮ブロック壊してあげて、レバーオンすると、ガチャンガチャンガチャンになって敵倒れてるでしょ？その上で、ガラス近づくと、経験値もドカドカドカとゲットすることができます。そして、こっからマジで注意点続きます。ゲーム画面の設定を開いていただいて、難易度がイージー以上になっていることをご確認ください。ピースフルだと敵が湧かない仕様になってますんで、いくら待っても敵が湧きません。必ずイージー以上にしてください。その上で、このワールドのゲームのところから演算距離というのが見れます。これ、描画距離じゃないです。演算距離。これは4チャンクになっていることを必ず確認してください。統合版の多くの装置が演算距離4チャンクを想定して設計されています。もし6とか8とかになってる方、一度セーブして終了していただいて、ワールド選択する前のこの鉛筆のマークを押していただくと、この詳細設定を押していただいて、下にガーッとね、下がると演算距離が出てきて、これをね、ここで初めて変えることができます。もう必ず4にしてください。そしたらプレイを押していただき、はい、このチェストの中、チャギン、モブが落とすアイテムドロップしてくれてます。そしてここからよくある質問です。7層目で湧いた時、落下死しないんですかとご質問いただきますが、これ今皆さんやんなくていいですが、最初に流したこの水流によって落下距離リセットされてるので、落下死することはありません。このようにどんどん下に向かっていってくれます。またマルチでプレイ中の方はトライデントを刺した方がログインしている必要があります。トライデントを刺した方がログインしてないと、このトライデントキラー作動しない点ご注意ください。動画の説明欄には作った後動かないトラブルがあった場合のトラブルシューティング全て記載してます。その上でね、わかんないことあったらコメントください。最新仕様をお調べして全てお返事いたします。そしてね、足場増設していただいても OK ですし、必ずね、増設したら松明を置いてあげてください。ベッドを置いていただいて寝ていただいてもいいですし、このようにね、チェストなんかも置いていただくと、このアイテムどんどん増えますんで、輸送したりするのもおすすめです。これマジで神でしょ。作れた方ぜひグッドボタンとコメントお待ちします。本当に励みになります。きよきよチャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して100万人登録頑張ってます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして他にも統合版の装置作りたい方、こちらをご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。